今日はですね、飛び入りですが、合気道の稽古の中で、そしてまた養心館合気道の稽古の中で、何が一番重要かと申しますとですね、やはり非力の要請の1と2なんです。これは一大発明とも言えることなんですね。で、今日はこれができると本当の自由技ができますし、多少ですね、やらせてるわけじゃないんだけど、相手の協力がないとできない自由技がありますが、それが相手の協力じゃなくて相手を倒せる技になるためにはですね、非力の要請の1と2というのが大変重要になってくるということです。特にですね、さっき説明がありましたが、非力の要請の1はこの動作がですね、肘と見えますが、実は膝と腰の連動を作る動きなんですね。一番大事なのは、これがやった後にですね、こう寄ってくるところがすごく大事なんですね。ちょっと来てください。はい、どうも。片手はこうやって逆半身で持ってください。逆半身でこの手を持ってください。はい。相手持った時こうやってやりますけど、これ何回やっても崩れないわけですね。相手はこうやってやってますけどね。で、ここの時点で崩れてなきゃいけないんだけど、なかなかこれ崩れない。で、どうやって崩すかって言いますとですね、こうなった時に、この非力の要請で鍛えてるここの膝とこれの連動を使うんです。グッと。これがこうなっても来ないんですが、これがこうにするとですね、相手が崩れる。このままこういう。こう来て、こう。これがすごく大事だってことを後で説明しますから、ちょっと練習してみてください。はい、どうぞお願いします。なぜ袴を履いてるかっていうと、ここの時の膝が巻いた時に、これがコッと伸びる。それを隠すためだけに袴を履いてます。と思うかもしれませんけど、もう一回いきますよ。ただこれが伸びればいいってもんじゃないですよ。伸びてこうじゃなくて、伸びた時に前に行く。普通伸びた後ろ行っちゃうんですよ。伸びた時に前に行く。伸びた時に前に行く。で、これがこの時の後ろに来るのと同じことなんですね。ちょっと説明します。はい。はい。さっきの単純な技でしたけど、この2箇条、皆さんにグッとやって構えてもっとレジスト。構えてますね。で、備えてますから永遠に来ないんですね。でもさっき言ったようなこの膝がこの状態ですね。そっとそのままです。これは違う力が働くからですね。これがグッとやっても永遠に決まらないんですけど、さっき言ったのと備えるのが違う力がグッと入るといっぺんにきます。最初の単純なのがこう来てて、こういう動作ですね。それがですね、これでやるとグッとまた抵抗してですね、抵抗しますね。ところがさっき言った膝でこうするとこれだけ。なぜかというと視点が変わっちゃうんですね。力の出し方が。皆さんが夜の中でよくその正面打ちですね。正面打ちの入り身投げを正面入り身投げやるときですね、なかなかこううまくこうできないんですよね。これがこう来た時こうやってもなかなかこううまく引っかかんない。でこれはですね、当たった時にもうさっきの足のこれ来ないんだよ。ゴーッもう相手のそのですね、相手が当たる時こうやっても来たんです。この当たる瞬間にですね、さっきの動作がはまるわけです。ドッと。そしたらもう相手は簡単にひっくり返りますから。もう一回いきますよ。これがこう来てからこれではもう遅いんですね。当たった時にもうずっと伸ばした相手の動作を持っていくこともできるのはですね、あくまでもこの時にさっき言ったようにゴーッとここでもうここで相手の重心もらってるんです。初動が失敗すると合気道の期間実はすごく先を取るんですね。後の先結局先を取ってるんで、相手が来た時にスッとこの空間が変わるぐらいな感じでここでやると分かりますか。スッとほんのちょっとです。0.1 秒ぐらいの時間が変わっちゃうんですよ。もうね、格闘技で 0.1 秒って言ったらもうとんでもない長い時間。そうすると相手の空間が変わっちゃうと相手は違うところを攻めてくる。よく班長先生がこういう技でですね、はいどうも、はい、相手が来るって言いますよね。でこれずっとやってても来たんですよ。ところがこうやると相手の動きが変わっちゃうんです。流れが。相手がこのままこう来たんですけど、これがこう来ると違うとこ相手が戻ってくるんですよ。これがこう来ますよね、相手が。そのまま刺さっちゃいますから、ここで来るともう違うの分かりますよね。ディフェレントね。はい
場が変わっちゃうんです。そうすると相手は違うところ来るから倒せるんです。同じところずっと追ってきますから。でこれが非力の要請。これはねすごい発明家なんです。千代田先生の五郎先生のお父さん誠一先生って言いました。有名な小児科の先生で全国的に有名なお医者さんだった。ゴルフもですね昔はこうやってたのがこういうふうになったのはもうお医者さんが発明してこういうふうになったんですよ。こう握っちゃうと親指とこの力が強くなっちゃう。ところが人差し指を抜くとですね小指と親指の力が強くなってよく打てるからです。だからお医者さんによって変わった。僕は一回ヒデにも書いたことあるんだけど先生がこの非力の要請を作ったっていうのはですねお父さんがドクターだったっていうことがすごく大きいと思っています。非常に分析した結果が非力の要請特に1が大きいんですよ。だから今練習して正面打ち1回状態打つ瞬間にヒュッとこれが来るだけでですね時間が 0.1 秒ぐらいずれちゃうんです。そうすると相手が違うところやってくれるんでそれをしないとですね重要技が全部やらせになっちゃうんですよ。分かってるところだったら相手が待ってるじゃん。でちょっとずれるこのずれが大事なんでこれを勝早見って言うんです。勝速さのこれは早ければいいっていうもんじゃなくてちょっとずれた時間が発生するんですね。そのためにちょっと正面打ち1回で押さえるの入り身で練習してみてください。はいこうでしょこうきますよね。ほらちょっとのことなんですよ。もう一回いきますよ。こうやってきますよね。ね、おーっと来るでしょ。来ますやっぱこっちもその気になればなるほどねすごいです。こう追っかけないんですよ。どこまでもどこまで追っかけないんですよ。ところがほらこれも違ってくるんですよ。たった 0.1 秒だけど違う空間なんです。それを使うんですね。もう一回いきます。これがこう、はい、これのちょっとした膝が伸びるんだけど後ろ足がより伸びるんだけどそうですよ。伸びるんだけどそのセイクラムね仙骨をグッとくる。どこ膝を意識してるのこっちを意識どっちをいや、ね、それ分かんないのよ説明の仕方が。でも普通の動きじゃないから、はい、来るんです相手が。どこっていうふうに、はい、でそこでかける。狂います。狂います。脳が狂います。脳を狂います。ちょっとねちょっとやってみて正面打ちです。はい。はい、ちょっとこうやってこう永遠にこっちが強いんですよ。でこうなるともう声を出してるかじゃないんですよ。もうそこで取っちゃうんですよ。普通回んないから。でもずれてるから一回かかるとずっと居ついてきちゃうんですよ。そして持ったりとか持たれたりとかいうよりも蹴るとかこうやるっていう時にもうそこで書かないと。それが合気ですね。かつ速い。遅すぎる速すぎるっていうんじゃないけどスピードが違っちゃうんです。でこうですね。こうやってこうきますよね。こうくる。なんか違うの分かりますよね。これがこう分かるんだけど。そうほらもう変わっちゃうんです。はいどうも。備えてるからこれに来る。こう来ちゃうからもう浮いちゃうんですよ。相手の力学的な立ち方が違うんですよ。そうするとあらららってくるんですね。でこれがですねいわゆる両手持ちでこういう技ありますね。こういう技がねさっきのこれと同じなんだけどここの時にクッとかかると相手がかかってるんですよ。これがこれだと来ないんですよ。ところがこうなった時にかかってくるんです。これがクッとスッとこれが分かればもう免許改善ぐらいな世界。なんて相手が力が来る順番が違うんですよ。なんてそういうことを逆に言うとこっちから押した時に相手が構えて備える順番が違うんですよ。そうすると狂っちゃうの。コンフューズしちゃうんですね。敏感な人ほどかかっちゃう。とりあえずちょっと今やりましたから天地投げやってみてください。
これはですね、こう来てこうありますね。はい、ここの時にもうかかってる。ここの時に来てる。そう。これがこう来たらこうですね。だからこれが要するにこう。あ、なるほど。そうそう。後ろ足からもう伸びて、その通り。で、そのを今2挙動でしたけど、1挙動でしちゃう。ありがとう。またね。これがちょっと早くやるのはまだちょっと。はいはい。ゆっくりですよ。2挙動で分けていい。そう。あ、リンクだ。オッケー。そう。いいよ。あ、これ先生っぽい。そう。リンクしたらもっと小さい動きでもっと技が効きます。それは極意だから見せないのが合気なんですよね。完全にここつながってるから。そうリンクしたらダメね。そうリンクしたら。後ろのね伸びが全部ここに伝わる。試したい。どんどん食べてる。で、それがそうその通り。すごい。だから流れが違うからね、やった瞬間に相手も分かるんですよ。そうするともう相手の動きが止まっちゃうの。で、そこでかけていくわけです。もう催眠じゃないんだけど、瞬間的にこれはダメだってなるんですよ。こうすると落としいんじゃないですよ。こうやってこう落としいんじゃないですよ。これじゃ無理だから。そうじゃなくてこうくるんですよ。そうすると相手がちょっと止まっちゃうんですよ。歪む。ドヨーンと歪む。その通り、さすが。空間が歪むんですよ。時間が歪むと空間が歪む。そうだから横で見てる人は分かんないんだけど、2人の間で空間が変わっちゃう。すなわち何を言いたいかというと、この手とこの腰はつながってるんで、ここだけこう伸ばしたらダメだ。セットで動かない。ずっと。これはね、非力の要請の1をやった回数だけうまくなります。でもう一度言います。基本動作はもう今の相対動作はよくやるけども、単独でやんなきゃダメ。最低で20分ぐらいやらないとうまくならない。これね、すごくよくできてるんですよ。でその意味が分かるためにも繰り返し、先生のねお勉強の言霊もそうですけど、繰り返しやらないと来ないんだけど、突然キュッときますから。で今先生が一番うまいけど、やっぱり非力の要請の1をやってる回数が違うから。騙されたと思って今後もね、ここに道場来ない日でも非力の要請の1だけは稽古した方がいい。これがいいのかな、合ってんのかなと思ってグッと。でこれも肘だけど、肘と膝が連動しないと。肘と膝が連動して一緒にこう肘と膝が連動してるからこういう動作ができる。それを認識して今言った技をちょっと練習してください。はい、どうぞお願いします。はい、よろしくお願いします。でも、いや塩田剛のこうなってる理由分かりました。今分かったよね。だから昔の合気道の本なんかでもなんかこうへっぴり腰みたいになってるじゃない。あれは全部そこ。そうだからそれに対して今日初めて分かったのは、先生が言ってくれた背中もつながってるかもしれないね。そうすると本当の重技が始まるんですよ。相手がずっとつかめないまま終わるんです。ずっとつかめないんですよ。いたと思ったらいない、いたと思ったらいないがずっとそれが重技です。消えるんだもん。うちの先生のこのバチンってかかる感じはめちゃくちゃ面白いですけど、ね。ありがとうございます。これ何をやってるんですか。いやだからこう来てここにいると思って相手を攻めるわけじゃないですか。はい、こうやって攻めるじゃないですか。はい、ところがこう来ちゃうともうほらもう違う。あれはオーバーになってて、もっと本当はちょこっとやって誘ってバチンってやるわけですよ。それを全部使ってると。それはもう明らかに非力の要請の1の回数に比例します。これは一番大事なところはこう来て、これと膝とこれがくっついてなきゃいけないんですよ。だからこれも
伸ばしたって効かないんですよ。伸ばすんじゃなくて結果伸びるだけ。だからここで引っ張られる感じ。ここで引っ張られる感じ。膝を伸ばすんじゃない。